皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。ゆきです。とうとう私のところのチャット GPT にもダリ3がやってきましたので、本日の動画ではダリ3を早速使ってみて、ステーブルディフュージョンで AI 画像をしまくっている私なりにレビューしたいと思います。まずこれはチャット GPT の有料版のみに展開されているサービスです。月々$20なので、円安時代にはとても安いとは言えませんが、正直とても有益な$20だと思っています。パソコンをよく触ったり、画像生成したり、統計処理をしたり、文章を書く必要がある人にとってはとても有益だと思います。アリスはチャット GPT がなければこの YouTube チャンネルも作れなかったでしょうね。その通りです。困った時はいつも相談していますね。では早速見ていきましょう。ダリ3が導入されていれば、チャット GTP4 の文字にマウスを持っていくとプルダウンメニューが出て、その中にベータ版の機能がいくつか表示されますが、一番下にダリ3が選択できるようになっています。選択しましょう。例えば日本のアニメ画像で学生服を着た女の子を生成してみましょう。生成したい画像の内容をプロンプト欄に記入します。プロンプトは基本的に日本語で書いても大丈夫です。特に書くルールもないですよ。私は日本のアニメ画像、学生服を着た女の子と記入しました。これでエンターを押すと画像生成が始まります。画像生成はある程度時間がかかりますが、これはインターネットの状況やサーバーへのアクセス状況により変わると思います。今回は15秒ほどで画像が生成されました。画像は基本的に4種類生成されることが多いのですが、今回は一つは何かのトラブルで生成されなかったようです。下にコメントで生成に何か問題がありましたということが書いてあります。画風としては3種類別々のものを用意してくれました。日本のアニメとしか画風を指定していないので、幅広く選んでくれたのだと思います。一つ画像をクリックすると拡大表示されます。そして右側にこの画像生成のためのプロンプトが書いてあります。私の入力した日本語に基づいてチャット GPT が独自のプロンプトを作成して画像が生成されるという仕組みのようです。特に指示していませんが、物思いにふけって窓の外を見ているや桜の花びらなど、チャット GPT が独自に考えて画像を生成してくれています。これはステーブルディフュージョンを使うためのプロンプトの勉強にもなりそうですね。アリスはダリ3が使えてもステーブルディフュージョン中心に考えているんですね。そうですよ。私は自由を重要視していますので、このダリ3とステーブルディフュージョンをどのように組み合わせるかを考えています。話を戻しましょう。右側のボタンを押すと拡大表示になります。そしてその隣のボタンで画像をダウンロードすることができます。×ボタンで戻ります。画像をダウンロードして調べましたが、基本的な画像サイズは 1024×1024 になっています。次に実写系の画像を生成してみましょう。今回は茶色の髪の毛の美しい20代の女性の写真というプロンプトで画像を生成してもらいます。今回は4種類の写真が生成されましたね。上の2つは同じ顔で背景が白のものと背景が入っているものですね。あとの2つは構図が違うものを生成してくれました。右上の画像を選択しましょう。同じように右側にプロンプトが入っています。そして画像ですが少しつるんとした SDXL のような画像になります。このつるんとした正体ですが、おそらく解像度が高すぎることが原因です。SD1.5 でもアップスケールを重ねていくと解像度が高くなりすぎて肌がつるんとなりますよ。解像度が高いのもダメなのですね。そうなんですよ。肌のリアルさを表現するためには若干ピクセルが大きい方が良いかもしれませんね。画像をダウンロードして拡大しますよ。ほら、こんなに拡大してもピクセルが全然わかりませんね。このチャット GPT を使った画像生成の最大の特徴は、ここから注文をつけて画像を変化させていくことができることです。少し肌のリアルさを追加してもらいましょう。この画像を調整してもらいます。右上の画像の肌のテクスチャをもっとリアルな感じにしてくださいと入力しました。かなりラフな描き方ですね。これで大丈夫ですよ。実行するとどうでしょうか。画像自体がだいぶ変わってしまいましたが、肌のテクスチャーに関しては少し努力の跡が見えます。また拡大してみましょう。どうでしょうか。
膚のデコボコ感を表現してくれていますね。そうですね。解像度が高いので拡大した方が自然に見えますね。普通のビューではやはり肌がつるんとしますね。そうですね。ファンデーションを塗り込んでますね。カメラからの距離によってピクセル数が変わるプログラムがあるともっと良いバランスになるでしょうね。ではアニメ系に戻ってチャット GPT と会話をしながら一つの作品を作っていこうと思います。前回の私の動画のサムネの画像に使用した自転車で空を飛んでいる女の子の画像の生成過程で私が実際にどのようなことを行ったかをお見せしますね。まず最初にプロンプトトラベルという名前を聞いて連想したのが女の子が自転車に乗って空を飛んでいる画像です。ファンタジー好きですね。そこでプロンプトに日本のアニメ画像で制服を着た女の子が自転車に乗って飛んでいると入力して画像を生成してもらいました。そうするとこのように4枚の画像を生成してくれました。この中で私が気に入ったのが右上の画像で空を飛んでいて下に街が見えるというのが非常にいいなと思いましたのでこの画像を調整していくことにしました。もう一つ他のタイプも生成していますが結局先ほどの画像を採用しました。ちょっと途中で他の画像を生成していましたので先ほどの画像からプロンプトをコピーして貼り付けました。そして下に追加でポピュラージャパニーズアニメスタイルアスペクトレーシオ16対9と追加しました。一応英語で揃えましたが日本語でも良かったかもしれませんね。画風を人気アニメ風にして重王比を16対9にしてくださいということですね。そうするとこのような画像が生成されました。画像サイズを調べてみると縦は1024のままで横幅が1792と広がっていましたよ。結構大きいサイズですね。その割には生成が早いですね。そうですね。イメージとしてはもう少しこの女の子の顔が日本のファンタジーアニメに出てくるようなタッチにしたいと思ったのとあとこの後ろに飛んでいる小さな女の子を消してほしいのとあとは夕方じゃなくて昼の太陽を入れたいということがあったのでその3つのお願いをまとめて入力してジェネレートするとこのようになりました。欲張りましたね。顔は私好みの顔になりましたね。小さい人もいなくなりました。ただまだ夕方のままですね。注文多すぎたのですよ。やっぱり欲張りすぎましたね。ということでもう一回昼間の画像でレンズフレアを入れてくださいとそして女の子を笑顔にしてください。もう少し躍動感が欲しいとお願いしました。やっぱりまた欲張りましたね。それで生成された画像がこちらです。これなかなかいいかなと思いますがこの自転車がもうちょっと空高く飛んでほしいと思いましたので最後に全体の構造はとても気に入りましたがもう少し高く飛んでるイメージできますかとお願いするとこの画像になりました。少し顔が一番最初の状況に戻ってしまったので本当はこっちの顔の方が私は良かったのですが全体的に可愛い画像ができて躍動感もあるということでこの画像をサムネに採用しました。このように相談しながら一つの作品を作っていくことができるのがこのチャット GPT のとても楽しいところだと思います。リングイメージクリエイターではこの相談ができないですからね。そうですね。あと2種類の絵をチャット GPT さんと相談しながら作りましたので紹介します。一つ目はこの刀で戦っている女の子の画像です。なんか似たような系統ですね。私が好きなものを選んでますからね。基本的に好きなことしかしませんよ。それがいいよね。日本のアニメ画像で女の子が刀を持って戦っているファンタジーの世界と入力して4枚の画像を作ってもらいました。この中の左上の画像をアスペクト比 1.5 対1の画像になるようにできますかとお願いするとこのように横長の画像を作ってくれました。ちょっとアスペクト比が16対9になっていて間違えているのですがまあ良いでしょう。時々間違えますがそこがまた良いですね。そうですか。私はその感覚がよくわかりませんが左上の画像の女の子の向きが逆になっていますがほぼ同じ女の子を生成してくれましたよ。そしてこの刀がちょっと地味なので刀から魔力が出ているような演出ができますかとお願いするとこのように刀が光って魔力が出ているような画像を作ってくれました。体の向きが変わりましたがキャラの再現度が高すぎないですか。そうですね。
どのようなテクニックを使っているのでしょうね。裏でコントロールネットのレファレンスのようなものが動いているのでしょうか。では次に行きましょう。ハロウィンパーティーの画像を作りたかったので、ハロウィンパーティーで可愛い仮装してダンスを踊る20歳の女性の日本のアニメ画像と入力して画像を作ってもらいました。でも生成された画像を見るとハロウィン感が全然ないですよね。プロンプトを確認してみましょう。プロンプトを見るとですね、これヒロインになっちゃってますので、ハロウィンじゃなくてハロウィンとかハロウィーンじゃないとダメなんですね。私の入力が悪くてチャット GPT さんが認識していないということが分かりました。このまま調整できると思いますので、ハロウィーン感を出してほしいと入力しました。かなりラフな頼み方ですね。チャットさんとの付き合い方はこれで良いのですよ。そうするとハロウィンの画像が出てきました。この左下の女の子は可愛いのですが、ちょっとカラフルさが足りないので、もうちょっとカラフルでもうちょっとキラキラにしてほしいと思います。そのようにお願いすると画像を作ってくれました。良い画像ですね。楽しそうなハロウィンですね。そしてアスペクト比を伸ばしてほしいとお願いしてアウトペイントしてもらいます。その都度構図は少しずつ変わってしまいますが、この画像も可愛いですね。そしてこのドレスがちょっとフリフリでキラキラすぎるので、黒と白のメイド風にしてほしいとお願いするとこのような画像に変えてくれました。どうでしょうか。周りの背景の色もちょっと引っ張られていますが、なかなか良い画像ができていると思います。そして楽しいです。次にダリ3の特徴として文字を生成できるかどうかを試してみます。リングイメージクリエイターでも話題になっていたやつですね。英語に関してはかなり上手に表現できると聞いていますが、どうでしょうか。寝起きの女の子がグッドモーニングと言っているイラストと入力して画像を生成すると、このような画像が生成されました。完璧にグッドモーニングが出てますね。すごいですね。布団に書いてあったりマグカップに書いてあったりしますね。マグカップの丸みに沿った文字になっていますね。すごいですね。日本語に関しても一応試してみますね。おやすみなさいと日本語で話している女の子の日本漫画と入力して画像を生成してもらいます。漫画の画風をしっかり描いてくれましたが、やはり日本語は結構難しいようですね。吹き出しがある画像もありますが、何を言っているのかちょっとよくわからないですね。異世界で異世界語を話しているやつですね。そんな感じですね。文字の対応に関しては今のところは英語だけのようです。最後にもう一つちょっと無理を言ってみましょう。面白い4コマ漫画を作ってくださいということで指示を出してみました。これ無茶ぶりなやつですね。そうですかね。画像生成するとちゃんと4つ4コマ漫画を作ってくれましたね。ただ4つのコマのつながりはちょっとよくわからないですね。意味がわからないですが、なんか頑張って4コマ漫画を作ってくれましたので、プロンプトを見てみましょう。この左下の画像を見ましょう。プロンプトですが、1番で女の子が犬と一緒に自撮りしようとしている。2番で犬は興味がなくて向こう向いてしまう。3番で彼女が犬の興味を引こうとしておやつをあげる。そして4番が犬が熱狂的になりすぎてカメラに寄りすぎて写真全体がワンちゃんの鼻で覆われてしまうというようなストーリーですね。ストーリーとしてはちゃんと話ができているのですが、どのコマがどのプロンプトかもよくわからないですね。これ2番は右上でしょうか、左下でしょうか。でもこの進化のスピードを考えると1年もしたら数ページのアニメを描いちゃっているかもしれないですね。最後に付け加えると、このダリ3の特徴として大きい部分は手の崩れがかなり少ないことですね。時々指が多かったり少なかったりしますが、ステーブルディフュージョンよりは明らかに優れています。チャット GPT-4 はプロンプト回数に制限があり、3時間で50個の質問という縛りがあると思います。今までは簡単な質問も全部チャット GPT-4 にしていたのですが、ちょっと画像生成ができるようになったので、簡単な英語の和訳などは GPT3.5 にお願いして、プログラミングや画像生成、あとはデータの解析なんかはこちらにお願いするというような使い分けになるかと思います。本日はステーブルディフュージョンから離れて、チャット GPT-4 のダリ3のレビューを行いました。もし興味がある方がおられたら、
1ヶ月でも契約して使ってみてください。個人的な意見としては、使いこなせる人とそうでない人の仕事効率は格段に違ってきますよ。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。